おはようございます。メリカみたいです。今日はマトロットドンギユ、うなぎのマトロットを紹介します。このマトロットという料理ですけども、赤ワインバージョンと白ワインバージョンがあります。今回は赤ワインを使ってうなぎを煮込んでいきたいと思います。うなぎですけども、ヨーロッパで数が減少していて絶滅危惧種に指定されています。なので今回使っているうなぎですけども養殖になります。まずフランスでうなぎを使って料理をしようと思うと、天然うなぎが手に入ることはないと思った方がいいと思います。今回使っている材料はシンプルで、うなぎ、赤ワイン、玉ねぎ、にんにく、あとブーケガルニになります。またブーケガルニは他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。それではマタロットドオンギユ一緒に作っていきましょう。それではガルニチュール用意していきます。玉ねぎはエップリシェします。今回最終的にエマンセにしますので芯も取ってください。いつも言っているように一番上の乾いている皮は必ず取ってください。もちろん中が腐ってないかも確認して、続いてニンニクも剥きます。ニンニクはエプリシェしたら半分に切って中の芽を取り除きます。これをエマンセにしていきます。今回も玉ねぎのうまみ甘みがよく出るように繊維を断ち切るようにエマンセしていきます。切った玉ねぎとニンニクはカードを使ってお皿に移して置いておきます。続いてうなぎの方を切っていきます。うなぎは内臓を抜いてきれいにぬめりを取って下処理をしています。それをこのまま頭を落として、あとは5、6センチの長さに切っていきます。これで材料が揃いました。エマンスに切った玉ねぎ、にんにく、赤ワイン、5センチの長さに切ったうなぎ、あとブーケガルになります。まず鍋を温めている間にうなぎに塩コショウします。ココット鍋はストーブを使っています。鍋には少量のオリーブオイルが入っています。両面きっちり汗染めしたら、温めた鍋にうなぎの断面から焼いていきます。このような感じに焼き色をつけるというよりも、うなぎの断面を焼き固めるというような感じにして焼いていきます。その後表面を軽く焼き固めて、うなぎを一旦取り出します。うなぎを取り出したココット鍋の中に黒胡椒を丸のまま入れて軽くいってやります。こうすることによって非常に香りが立ちます。
そこにエマンセにしておいた玉ねぎとニンニクを入れてよくシュエしていきます。もちろんシュエするときは一つまみ塩を入れて玉ねぎの持っている水分を出さしてよく火を入れていきます。ここで油と塩がよく玉ねぎになじんだら蓋をしてじっくり水分を出していきます。5分ぐらい経って蓋を開けたら蓋についている水滴は鍋に落としてこのままシュエします。よく玉ねぎを混ぜた後、蓋をする前にまた平らにしてください。こうすることによって火の入りが均一になって焦げにくくなります。ここでまた蓋をしてもうちょっとしっかりとシュエしていきます。5分経ったのでまた蓋を開けて蓋についている水滴を鍋に戻します。その後先ほど置いておいたうなぎを鍋に加えて軽く混ぜてからここでこんにゃくを入れます。アルコールを入れた時フランベするんですけども決して火はつけないでください。火をつけてしまうと野菜やうなぎの端の部分が焦げた味が料理に入ってしまうので火はつけずにアルコール分を飛ばします。赤ワインを入れます。赤ワインを入れてからも一緒です。フランベ、アルコール分は飛ばしますけども決して火はつけないでください。赤ワインを入れたら全体的によく混ぜて沸くまでは強火で一気にアルコールを飛ばしていきます。ここでブーケガルニを入れて一緒に沸かしていきます。今回のように赤ワインだけで煮込む場合ですけども、その時は野菜をきっちりシュエした段階でアルコールを足してください。もしきっちりシュエできてない状態でアルコールを足すと赤ワインが持っている酸味で野菜の火が入りにくくなります。野菜の火がきっちり入らないと野菜からうまみがきっちり出ません。なのできっちりとシュエをしてからアルコール分を足してください。一沸ききっちりしたらある程度火を弱めますけどもまだアルコールが残っています。アルコールが飛ぶまではある程度沸かしてください。このようにアルコール分がなくなってきたら蓋をして未蒸手にしていきます。蓋を少しずらすことによって温度が上がりすぎず未蒸手の状態を保つことができます。15分経ちました。スプーンを使って丁寧にうなぎをひっくり返していきます。ここで金串を使ってうなぎの吸水を確認します。このように刺してすっと抜けなければまだ火が入っていません。なのでこのまま蓋をしてゆっくりと未蒸手していきます。20分経ちました。ここでもう一度吸水をチェックします。このように刺してスッと抜ければ火が入っています。ソースを仕上げるためにまずうなぎだけ引き上げていきます。この時スプーンを使って丁寧に煮崩れないように引き上げていきます。
うなぎを取り除いたらソースを仕上げるためにソースをこします。パッセという作業になります。この時ガルニチュールの中にもうまみが残ってますので、上からよく絞ってうまみをきっちり絞り出してください。パッセしたソースが半分まで煮詰まってきたので、ここで濃度をつけるためにルーブラン、白いルーを入れます。またこのルーの作り方は他に動画があるので、そちらを参考にしてください。ルーを入れた後はルーがきっちり溶けるまで混ぜ続けてください。この時よく混ぜないでほったらかしにしておくと鍋底にルーがついてそこから焦げたりします。なので笛を使って溶けきるまできっちりと混ぜてください。ソースがいい濃度に仕上がってきたので、ここで味見をします。必ず味見をしてください。ソースが美味しく仕上がったので、先ほどのオンギーをソースに戻して軽く温め直します。これでマトロットの完成です。それでは盛り付けていきたいと思います。温めたお皿に先ほどのマトロットドンギを盛り付けていきます。今回付け合わせに用意したのはじゃがいものノワゼット、ポムドテールノワゼットを用意しました。周りがカリカリに揚がっていて中がホクホクで、この赤ワインソースによく合うと思います。最後仕上げにパセリのコンカッセ、イタリアンパセリのコンカッセと黒胡椒をひいて、このマトロットドンギーの完成になります。今回このマトロットですけども、日本でも手に入る材料ばかりです。非常に美味しいのでぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。